世界中の人を魅了している BTS。そんなメンバーの中でも、ビジュアル担当として活躍しているテテですが、天才的なそのビジュアルを持つ彼をきっかけにどんなグループなんだろうと検索してそのままアーミーになった方も多いのではないでしょうか。テテはグループの活動以外に芸術に関心があり、友人のアトリエを訪れたり、自らも絵を描いたりしています。また、表現力や発想力が豊かなテテは、その芸術的なセンスを生かし、造語を作ったり、素敵な名言とも言える言葉を残していますよね。今回は、天才肌なテテが発信して使われている言葉や名言をまとめてみましたので、ご覧ください。表現力豊かなテテ語集。テテは、そのビジュアルとともに、4次元でいたずら好きなところや、ハスキーな声にもギャップがあり、世界中のアーミーを魅了していますが、芸術的なセンスも心奪われるところだと思います。テテが作り出した造語や名言は、その意味や言葉が綺麗なことからさらに注目されるところでした。その中で当たり前のように知られているのはボラエですが、これは日本語で紫するよと言い、愛し合うよという意味のほか、言葉に含まれている意味は愛、信頼、配慮です。韓国語で紫がボラセクなのと、するがへなので、合わせてボラエとテテが作りました。この言葉をテテが生み出したのは、2016年のファンミーティングの時です。目の前がペンライトの紫色で染まった様子を見て、赤、オレンジ、黄色、緑、水色、青、紫が最後の色ですよね。紫は相手を信じてお互い長年愛し合おうという意味ですと話し、ボラエが生まれました。その後2018年にユニセフの事務局長が募金に参加したアーミーに対して喜びと感謝を表し、We are here at UNICEF Purple You とアーミーにボラエと伝えます。この言葉に日本のユニセフ協会からは、私たちユニセフはこれからも皆さんを信じ愛し続けますという意味だということが説明され、とても感動的なエピソードとなりました。相手を信じてお互いを末永く愛し合おうという意味が込められたとっても素敵な造語のボラエなのでアーミー以外にも広まってほしいですね。ベリリウムするよ。ベリリウムするよはアーミーが科学の勉強中に元素記号の BE ベリリウムを見て2020年に発売されたアルバム BE を思い出してときめいたということを記号の画像とともにウィバースに投稿したことから作られました。これを見つけたテテがベリリウムとはときめくという単語でしたか？メモ中と返答します。別のアーミーもこれにテテの存在自体がときめきますよとさらに投稿し、ベリリウムはときめくという意味で受け取っていたテテが、ベリリウム、僕はときめくよと魅力あふれる言葉を返したのでした。その出来事から日本でも話題になり、ベリリウム時代、鉱物から宝石として生み出され、甘くて毒性も強いということで、宝石のようで甘くて毒性、中毒性が強いなんてテテそのものだ。という声などが上がり盛り上がったんです。こうしてまた一つ、テテとアーミーにより造語が出来上がりました。これからも使われるであろう造語をテテと生み出したアーミーがとっても羨ましいですよね。昨日よりももっと明日よりは少なく愛します。この名言はフランスのパリで行われたコンサート中にテテが風邪をひいてしまい声がうまく出せず、その場にいたアーミーが一緒に合唱してくれた時にテテが語った言葉です。昨日よりももっと明日よりは少なく愛します。メルシーとアーミーに向けて伝えられ、その後2019年の BTS のドキュメンタリー映画ブリング・ザ・ソウルの予告でも使われます。この言葉は一部でフランスの詩から来ていると言われていたようですが、確認はされていないので、テテが作ったのか、もともとあった言葉なのかはわかりません。
言葉を発したコンサートでは、テテは最高のパフォーマンスができないことに、とても悔しい思いを表し、アーミーへ申し訳ない気持ちを語り泣いていました。不甲斐ないと感じている自分に対して、アーミーが温かく支えてくれたことに、感謝の気持ちがあふれ、出てきた言葉なので、その場にいなかったアーミーもエピソードを聞いたら、さらに号泣してしまいますね。防弾少年団は、僕の人生において、最初で最後のチームです。テテの防弾少年団は、僕の人生において、最初で最後のチームですという名言は、BTS に対する愛がとても感じる言葉ですよね。そんな彼らにも解散危機があったことがあります。2018年の12月14日ママの授賞式で、ジンが解散危機があったことを話し始め、メンバーの誰よりもテテは号泣していました。アーミーの考察によると、2018年の初め頃に、そういう状況に陥ったようです。本人たちが思うよりも自分たちの人気が出てしまい、気持ちがついていかずプレッシャーに押しつぶされそうだったようでした。シュガは事務所に休むか少しは泊まっておかないといけないと言いましたと語っています。実際この出来事があり、BTS は初めての長期休暇をもらいました。全員努力家で休まず走り続け、思ってもみなかったたくさんのものを手に入れてしまい、真面目な BTS メンバーにとって戸惑いがあったのかもしれません。しかし、休むという選択をしたことにより、メンバーはまたステージに立ちたいと思うようになったと話します。テテにとって最初で最後の最高のチームが終わってしまうかもしれなかった出来事は、何よりも受け止めたくない苦しいエピソードだったのかもしれません。クムシラコ。最後にクムシラコですが、これは、それがどうした、そんなに大したことないという意味を持つ韓国の方言です。テテは、どうやら尊敬している父親に、この言葉を教えてもらったようでした。アーミーとの交流公式アプリウィバースで、アーミーが仕事を解雇され、新しい会社の面接が明日ある予定ですが、不安で寝れないと話し、テテが、クムシラコという言葉とともに励ましたのです。メンバーにも、この言葉を送ったことがあるのは、BTS EP56 でのことでした。この日は、全員、メンバーへ手紙を書いて発表するという企画があり、テテは、クムシラコを添えながら、一人一人に宛てた詩を読みます。ちなみに、この時、ヒョンメンバーに呼び捨てでいいか了解を得てから読みました。即人、舞台で振り付けを間違ったからって悲しまないでクムシラコ。次は、その部分を間違えなければいい。おっしゃ。RM、投げキッスをしてパニックにならないで。クムシラコ、あなたの投げキッスによって、多くのアーミーの皆さんがときめく。ドキドキ。ユンギ、来世は石に生まれ変わりたがってるけど、心配しないで。クムシラコ、僕が、いつもそれを身につけて、あなたと美しいところにたくさん行くよ。コロコロ。細く、舞台でダンスを間違ったらいつも怖い表情になるのはやめなさい。クムシラコ、千慮の一室、一度は誰でもミスするものだ。温かい笑顔で見てくれ。プインプイン。ジミン、ダイエットのせいで、音を外したせいで舞台でミスしたことにあまりストレスを感じるな。クムシラコ、お前は舞台で何をしても僕が見た人の中で一番かっこいい人に変わりはないから。うるうる。チョングク、兄さんたちをからかっていじってさらにからかおうと運動してやめろ。クムシラコ、末っ子は愛嬌が多いほど可愛い。今は可愛くないよ。よしよし。お茶目な手紙ですが、メンバー一人一人を思いやる気持ちが込められていますし、人を励ます素敵な方言のクムシラコをうまく使っているテテらしい詩でした。まとめ、いかがでしたでしょうか？ BTS メンバーは全員ファン思いでも有名ですし、それぞれ名言と言える言葉や造語を作ったメンバーもいますが、
今回お届けしたテテの表現力豊かな感性で作られた造語や名言とも言える言葉は、とても心に響くものでした。こんな素敵なことを言われたら、ますます離れられなくなりますよね。これからも、アーミーをもりなテテはじめ、BTS の造語や言葉にも期待しながら、応援していきたいですね。